どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はいつも動画をお届けしているこの部屋をね、ちょっとだけ模様替えしてみたので、その模様をね、紹介してみます。こっち側が一面大きな窓になっていて、今まではこんな感じでカーテンをつけていたんですけど、ここをブラインドにしたいなと思いまして、ニトリのブラインドを購入して取り付けてみました。先ほど取り付けが終わったんですが、取り付けるとこんな感じになりました。いや、ブラインドいいですね。いい感じになりました。今回選んだブラインドがニトリの NT ブラインド25コードという木目調のアルミブラインドなんですけど、木製ブラインドのようにね、質感も結構ちゃんとしていて、プリントが綺麗にね、出てるので、木目っぽい感じにちゃんとなってますし、あと光の差し込み方がね、やっぱりいい感じになりましたね。うちは賃貸で壁にネジ止めとかができないので、今回これカーテンレールに取り付けられるタイプだったので、こちらをね、選んでみましたが、大正解でした。うまくいきましたね。あとこのブラインドを自動開閉できるようにしたかったので、こちらのスイッチボットのブラインド自動開閉コントローラー、これもね取り付けてみました。これもおおむね良かったんですけど、ちょっとね気になるところもあったりはしたので、そのあたり後ほどお話ししていきたいと思います。ブラインドにするとね、部屋の雰囲気もこう変わりますし、光の入り具合もね変わってすごいいい感じになってきますので、今日の動画が部屋にブラインドを設置したい方、ブラインドを自動開閉できるようにしたい方の参考になったら嬉しいです。ではまずは設置の模様をご覧ください。どうぞ。はい、ではこれまず開けていきます。これが木目調のアルミブラインドです。これカーテンレールに取り付け、ブラケットとかかな。この辺の植物とかぶつけないようにね、避けておきましょう。みかんも一時退避しておきます。カーテンを外していくんですけど、この自作のカーテンレールカバー、これもね外さないといけないですね。外していきます。あとこのカーテンレールについてるランナー、これも全部外していきます。これ気持ちいい。掃除もしておきましょう。ブラケットにカーテンレールに通すプレートをネジ止めします。でこのブラケットをカーテンレールに通して、ブラインドの内側10センチぐらいのところですかね、この辺りにネジ止めします。今回ブラインド2枚つけるので全部で4つですね。4つ止めます。あとはここカチッと音がするように引っ掛けて止めるだけ。おー、簡単にブラインドがカーテンレールに取り付けられました。めちゃくちゃ簡単ですね。おー、いいですね。はい、まずブラインドの取り付けが終わりました。結構簡単にブラインドの取り付けはできましたね。これを開けるといい感じに光が入ってきます。で完全に閉じると結構しっかり遮光してくれますね。
問題なさそうです。こんな感じでブラインドの取り付けができましたので、これを自動開閉できるようにこちらを取り付けていきます。スイッチボットのブラインドポール、これを取り付けていきます。これが本体ですね。マニュアルとここにいろいろ。わ、パーツ、取り付けパーツめちゃくちゃ多いな。これがソーラーパネルかな。スイッチボットアプリ使って設定していきます。デバイスを追加して、まずはペアリングですね。動画と図解で取り付け手順を確認できるので、今回は図解を見ながら追ってやっていきましょう。ポールの太さ測ります。うちは M サイズですかね。この M サイズのアダプター使います。で、取り付け位置をこのガイドの紙で決めるんですね。これ箱の一部かと思って捨てそうになりましたね。危なかった。これを上に貼って、でこの隙間あたりに空いてるところに M サイズのアダプターをくっつけると。本体をくっつけるベースを上にくっつけまして、先ほどの M サイズのアダプタにギアカップリングっていうのをつけます。これがギアなんで歯車になってるやつですね。で、ベースに本体を差し込んで、ギアカップリングを本体ケースに挟み込むと。あとはこのソーラーパネルを窓に貼って、ベースにケースをつけて USB-C ケーブルをつないで完了ですかね。あとはアプリの指示に従ってブラインドの開閉位置を手動で記録していきます。これで設定完了ですかね。ちゃんと開く。こちらも無事に取り付けられました。はい、こんな感じでちゃんとアプリからもコントロールできるようになりました。あとはアプリで朝何時になったらブラインドを開けるとかスケジュール設定もできるので、これらはね後で設定していこうと思います。こんな感じでブラインドとコントローラーを取り付けてみたんですが、いかがでしたでしょうか。最初に話しましたが、スイッチボットの自動開閉コントローラー、これをつけることで開閉の自動化もできるし、アプリからコントロールもできるし、後で設定しますけど Google アシスタントとかと連携すれば音声でコン
ントロールもすることができるので、この辺りはね良かったんですけども、いくつか気になる点があったのでちょっとここはねお話ししておきます。まず1つ目が設置が結構難しかったです。最初に紹介したように結構パーツがたくさん入っていて、使わないパーツも多いんですけど、でうちに合うように使うパーツを選んで取り付けていくんですけど、結構やる工程が多いというか、なかなか取り付け大変でしたね。一応アプリで指示してくれるので、その指示通りにやっていけば設置がねできないこともちろんないんですけど、手間は結構かかりましたし、あんまり簡単ではなかったなっていうのが正直なところです。あと開閉の時間ですね。開閉の時間はちょっと遅いかなって感じはありますけど、でも自動で勝手にやってくれてるって考えれば、自分がそこに向かってポールを回す手間を考えたら、これぐらいのスピードなのかなと思ってるので、妥協できる範囲かなと思います。あと動作音もこれ人によって評価分かれるかなと思うんですけど、僕はそこまではうるさくはないかなと思いつつも、でもちゃんとモーター音はやっぱりしますので、ウィーンというねモーター音、これが例えば朝日の光で目覚めたいって言ってるのに、このモーター音で目覚めてしまうとかってちょっと目的がブレてくるところがあると思うので、これどう捉えるかというところなんですけど、うるさくて耳を塞ぎたいほどということではなかったです。あと1個気になったのは、設定した後何度かちょっとね干渉するような音がしたんですよね。ガチガチっと。これがちょっと本体というか、このスイッチボットの問題なのか、このニトリのブラインド自体の問題なのかがちょっとわからないんですけど、ここはちゃんと原因究明していきたいなと思ってるんですけど、ガチッとね引っかかる時があったんですよね。でもなんか見てる感じ、どうもニトリのブラインドが、このポールを回す角度の問題なんですかね。ポールの連結部の部分が干渉してるような感じがちょっとしましたね。はい、でもちゃんと開け閉めできているので、そのあたり問題ないかなと思ってます。このあたりですかね、ちょっと気になったところは。はい、導入を検討されている方はこのあたりね注意してみてください。はい、そういったわけで今日はブラインドの取り付けと自動化コントローラーの取り付けの模様をお届けしました。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういったインテリアに関する情報とかもお届けしていますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。